こんにちは、なぎです。今日の Vlog は宮沢賢治スペシャルです。はじめにこちらの水彩メイキングをお伝えした後に宮沢賢治ゆかりの地を巡ります。絵を描きながら宮沢賢治の作品世界や人物像なども少しお話ししようと思います。よく知らない方も知っている方も楽しめる内容になっていますので、皆さんもぜひ宮沢賢治の世界に思いを馳せてみてくださいね。今回はこちらの風の又三郎という作品からイメージしたイラストを描いていきます。風の又三郎は田舎の小さな小学校にとある転校生がやってきて、そして去っていくまでの短い期間の物語になります。三郎という名の少し風変わりな転校生の少年とクラスメートとの交流の様子がみずみずしい自然の描写とともに描かれています。三郎は小学校の子どもたちとは様子が違っていて、赤い髪をして標準語を話したり不思議な現象を起こすので、その異質さからクラスメートから風の神様の子供を意味する風の又三郎だと呼ばれます。夢なのか現実なのかわからないような楽しげだけどどこか危うげな少年たちの日々は過ぎていき、結局三郎の正体は明かされないまま、彼はクラスメートに別れを告げることもなく去って行き、物語は終了します。三郎はミステリアスな存在として描かれていて、とても魅力的です。物語を読んでいくと、クラスメートの少年たちの心の変化や少年期ならではの危うさや幻想なども感じられて、とても面白い作品です。人により様々な解釈ができる宮沢賢治の代表作なので、まだの方はぜひ読んでみてくださいね。宮沢賢治は岩手を代表する詩人、童話作家です。代表作の銀河鉄道の夜や雨にも負けずはとても有名ですし、教科書などで作品を見たことがある人も多いんじゃないかなと思います。近年はアーティストの米津玄師さんやヨルシカさんが賢治の作品や作中の登場人物を引用した曲を発表して、今でもとても影響力がありますよね。そんな賢治は一体どんな人物だったのでしょうか。岩手県花巻市に生を受けた宮沢賢治は、幼い頃から石を集めたり自然に対する興味が深い少し変わった子供でした。成長してからも家の家業には全く興味を示さず、山を歩き回ったり自然や科学、文学、宗教など興味のあるものへの研究に熱心にのめり込んでいきました。そういった経験が色濃く反映されて、賢治の作品には五感を刺激するようなみずみずしい自然や心象の描写が多く見られます。また賢治が傾倒していた仏教の思想なども見られ、人がこうあれば幸福になれるのではないかという理想が銀河鉄道の夜などの作品には込められています。生涯を通して人々の幸いのために献身するという生き方を貫いており、
37歳という若さでこの世を去る日まで作品を作りながら農業活動をし、持っている知識を生かして農家の土壌を良くするアドバイスなど、多くの人を助ける活動をしていました。宮沢賢治の魅力はそうした生き方であったり、教訓的なメッセージなどいろいろあると思いますが、私にとっての一番の魅力は、作中で表現される賢治の純粋な感受性から来る豊かな言葉たちです。自然の音や生き物の声を言葉で表現する、いわゆるオノマトペというのを使っているんですが、風の又三郎の中に出てくる強い風を表現するドットとドドウドや、山梨に出てくるクラムボンはカプカプ笑ったよなど、子供が繰り返し言いたくなるような面白い語感がありますよね。あとは自然の描写とか、本当に読んでいて目の前がキラキラしてくるんですよね。言葉の豊かさがすごくあるので、本当に心や五感が刺激される感じです。賢治自身がものすごく自然や科学に精通していて、自然から多くのインスピレーションを得ていたそうなので、なんというか嘘とか矛盾がないんですよね。ファンタジーな作品を作っていても科学者としての視点があるからリアリティもあるし、そういう面白さや心地よさも感じられるんじゃないかなと思います。今回ね、あまりイラスト自体の解説ができなくて申し訳なかったんですが、とにかくね、三郎のミステリアスさや自然と一体になっている感じをできるだけ美しく描くように意識してみました。この後はケンジさんの世界に皆様をお連れしますので、もう少しお付き合いくださいね。
最後まで動画をご視聴くださりありがとうございました。宮沢賢治についてはね、私も3年くらい前にこっちに引っ越してくるまで作品もそんなに詳しくは知らなかったですし、人物像とかも全然知らなかったんですが、今回こうやっていろんなところに実際訪れて自分の目でいろいろ見て、いかに作品が愛されているかとか賢治さん自身が愛されているかっていうのを見てすごく感動して、今回この Vlog を作りました。宮沢賢治については作品も膨大だし、研究とか考察もものすごくたくさんあるので、とても全部追い切れていなくて、本当にもう賢治世界の入り口だけ理解したっていう感じなんですけど、ただ情報として宮沢賢治のことを全く知らない方にも伝えるために、ある程度のことを言葉でまとめて説明するということをさせてもらいました。そもそも賢治作品というのは頭で考えるというよりも、受け取ったインスピレーションを心象として表現するというものなので、それはね、私も自然の近くにいるのですごく共感できるやり方ではあるんですが、何か正しい解説があって答えがあってカチッと言葉で説明できるようなものではないんですね。それは賢治さん自身も自分の作品はよくわからないからみたいなことを言ってたりします。なので言葉で説明しようとすること自体が間違ってるというか、あまり意味がないことではあるんですね。だから私が言ってることとか感じていることはあくまでも私のものであるだけなので、賢治作品を読んだことがある方や興味がある方はぜひ自分が受け取った印象や感じ方っていうのを大事にしてみてください。今の時代ね、誰でも手軽に膨大な量の情報を手にすることができて、ある種の正解みたいなのが分かりやすい世の中だと思うんですけど、その分個人の考え方やマイノリティの考え方が消えやすい時代なのかなと感じています。間違ったことをしちゃいけないとか、変なことを言っちゃいけないとか、生活していてそういう風に感じることって多くないですか？そういうものに対して正解はないから、ただあなたが感じ取ったものをそのまま受け止めてくださいっていうスタンスの賢治作品はすごく魅力的ですよね。私もまだまだ賢治作品の入り口を理解し始めたばかりなので、せっかく近いところに住んでいて賢治さんのゆかりの地を巡ったり、賢治さんが体感した自然を自分も体感して感じられるっていうのはすごくいいことだと思うので、これからも作品にちなんだアート作品やゆかりの地巡りの Vlog なんかもね、作っていきたいと思います。これからも絵が好きな方や絵を描く方に向けて楽しんでもらえるような動画を作っていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。